夜明け前の江戸、日本橋の魚河岸から潮の匂いが立ち上り、その中に焦げたごま油の香りが混じる。火鉢の前で職人が油を温め、やがてジュッと音が引けた。その瞬間、闇の町に小さな灯火が灯った。天ぷらは江戸という時代を象徴する音の料理でした。油の中で踊る魚や野菜、ごま油の香ばしい匂い、そして屋台の行き先で立ち上る白い煙。その一つ一つが庶民の暮らしと労働を物語っていました。一串16文。それは誰にでも手が届く贅沢であり、汗と油が混ざった一日のご褒美でもあったのです。けれど、その香ばしい一串の裏には、知られざる経済と生存の物語がありました。天ぷら職人は一日中油煙にまみれ、手のやけどを勲章のように誇りとして生きていました。彼らは料理人であると同時に、江戸の貨幣経済を支えた路上の経済人でもあったのです。ここからは彼らの油と汗が築いた食の経済史を見ていきます。油の匂いの向こうに見えるのは江戸の町を支えた庶民たちの生きる証です。第一章、庶民の胃袋を満たした油の革命。江戸の町が繁栄するにつれ、食はただの生命維持ではなく、娯楽へと変わっていった。火を使う屋台、酒と魚を出す居酒屋、握り寿司やそばの露店。その中で天ぷら屋はひときわ異彩を放っていました。なぜなら、彼らだけが油という贅沢品を使っていたからです。当時の油は非常に高価でした。ごま油1合およそ 180ml で80文前後。現代の感覚にすれば2000円から2500円ほどになります。1合の油で揚げられるのは10数串程度。何度も使えば焦げて香りが落ち、職人たちはまるで金を溶かすようにして油を火にかけていたのです。油問屋は日本橋本町の油屋町に集まり、町全体がごまの香りに包まれていました。屋台の職人にとってそれは命綱。焦がせば損。捨てる余裕もない。一滴残らずこして再利用しながら、彼らは油を生きる資本として扱っていました。この油の文化の背景には、調理技法そのものの革命がありました。魚や野菜を油で揚げるという発想は、もともと日本には存在しません。その起源は16世紀後半、南蛮貿易の最盛期、ポルトガル人、宣教師が伝えたテンポラと呼ばれる料理です。ラテン語のテンポラスが祭日に由来し、肉を断つ日に魚や野菜を揚げて食べる祭日料理でした。日本人はこの南蛮料理を受け入れ、魚介文化と結びつけて発展させました。油の香りと出汁の文化が融合した時、日本独自の天ぷらが誕生します。安土桃山の貴族料理が江戸の庶民の屋台で再発明された瞬間でした。天ぷら一串は16文。油代だけでその半分が消える。うまく客がつけば日収300文。およそ7000円。客が途絶えれば1文にもならない。魚を余らせれば損。火の不始末は町を焼く。それでも職人たちは油を熱し続けました。油のはぜる音は今日を生きる音だった。そう記した日記も残っています。当時の江戸はすでに人口100万人を超える巨大都市でした。日雇い労働者や町人たちは安くて腹にたまる屋台飯を求めていたのです。天ぷら屋台は彼らの胃袋のセーフティーネットでした。ごま油の香りに誘われ、武士も商人も浪人も立ち寄る。身分の垣根を越えて変わる、その光景こそ江戸の食の平等を象徴していました。油は火を呼び、火は町を焼く。それでも油を捨てることはできませんでした。庶民にとって油は生きる糧であり、商売の血液だったからです。この油の経済が動き出したとき、江戸の外食文化は初めて産業へと変わりました。やがて天ぷら職人たちはその産業の最前線に立ち、熱に耐えながら黄金色の文化を上げ続けていきます。彼らは料理人であり、路上で商いを成立させた経済人でした。ごま油の香ばしさの裏には、労働と計算、そして生きる知恵がありました。黄金色に輝く天ぷらは、江戸の庶民が見出した小さな資本主義の象徴だったのです。第2章、一串16文の経済学。江戸の町を歩けば、夕暮れの風にごま油の香りが漂った。油煙の向こうで職人が無言で魚を揚げている。その手つきは迷いがなく、まるで呼吸のようだった。指先は音で油の温度を聞き、泡の立ち方で揚げ時を見極める。その集中の先にあるのは、わずか16文の一串である。16文。現代の感覚で言えば、400円から500円ほど、庶民が一日の疲れを癒すために買える、ささやかな贅沢でした。だが職人にとって、それは命を削る一串でもあったのです。天ぷら職人は毎朝、
市場で魚を仕入れました。柴エビ、キス、小イワシ、季節によってはレンコンやナス、魚は朝に買い、昼までにさばき、夕方から屋台を出す。その1日分の出費は材料費100文、ごま油1合半で120文前後、燃料費20文、合計240文、販売価格は一串16文前後、20から25人の客を相手に40から50本を売り切ったとして、売上は700文から800文、仕入れと経費を差し引けば残るのは300文前後、現代で7000円ほどの手取りでした。手のやけど、油の煙、夜風にさらされる屋台、それが1日分の報酬だったのです。300文という数字は、日雇い労働者の平均日当250から300文と同水準。下級武士の俸給にも近い。つまり、天ぷら職人は、労働者と同じ階層に立ちながら、自らの手で商いを成立させていたのです。興味深いのは、この日収が、ごま油1合分の価格とほぼ一致していたこと。1日の稼ぎで1日の油を買う。まさに油で生き、油で稼ぐなりわいでした。油が高騰すれば翌日の商売は立ち行かない。それでも彼らは火を落とさず、屋台を構え続けました。油を絶やすことは生活を絶やすことと同義だったのです。天ぷらを食べるという行為は単なる食事ではありませんでした。それは働く者が自らの労働を報いるための小さな儀式。日雇いの男が仕事帰りに一串を手にして今日も生きたと噛み締める。その音と香りの中に江戸の労働の鼓動がありました。天ぷらはまた身分を超えた料理でもありました。ごま油の香りに誘われ、武士も商人も浪人も立ち寄る。同じ屋台の湯気の中では人の差が消える。その光景こそが江戸という社会が生んだささやかな平等の形でした。ジュッという音は江戸の通貨の響きでもありました。油が減るたびに銭が動き、人が生きる。夜道に並ぶ屋台の揚げ音が貨幣の音のように響いていたと記録に残っています。火を扱う危険、雨に流される不安、仕入れの不確実さ。それでも職人たちはその音を絶やさなかった。油は血液であり、火は心臓であり、音は鼓動でした。それが止まるとき、路上の経済は沈黙します。そして再び朝の油煙とともに江戸の小さな資本が動き出すのです。一串16文。それは安くもなく、高くもない。生きるためにちょうど良い値でした。その絶妙な価格の裏には、材料、労働、火、油、時間、すべてを天秤にかけた職人の計算があります。天ぷらは路上に生きる経済の等式そのものでした。黄金色の衣に包まれた一串が、労働と生存の均衡を示していたのです。第3章、火を恐れぬ労働者たち。江戸の町に夜が訪れると、あちこちで小さな炎が灯った。屋台の火、提灯の火、そして天ぷら鍋の火。ごま油の香ばしい匂いが漂い、人々は湯気の立ち上る路上に集まった。だがその光景は、同時に危険と隣り合わせでもありました。江戸は火の町と呼ばれるほど火事が多く、油を扱う屋台は幕府の監視下に置かれていたのです。天ぷら職人にとって、火は生業の象徴でありながら、破滅の種でもありました。大火が起きるたびに、真っ先に取り締まりの対象となったのが油屋、屋台、行商。ごま油はよく燃え、乾いた冬風に乗れば、瞬く間に町を焼き尽くしました。幕府は火災のたびに規制を強化し、橋のたもとでの屋台営業禁止、夜半の湯焼け厳禁などの触れ書きを出しました。それでも天ぷら屋台は消えませんでした。火を落とせば飯が食えず、油を絶やせば生きる術がない。職人たちは取り締まりをかいくぐりながら、細心の注意で火を扱ったのです。鍋の油は半分だけ、火力を弱め、突風が吹けば布で覆い、雨が降れば傘を支柱にくくりつけた。冬の夜には、指がかじかみ油温の感覚が鈍る。それでも彼らは火を恐れず、油を見つめ続けた。やけどは日常であり、火の粉で焦げた前掛けは勲章のようなものでした。幕府は防火を重視し、正月や祝祭には火を忌む思想を広めました。三が日には火を使わずに過ごすよう庶民に勧めたのです。それでも、路上では夜ごと油がはぜていました。腹を空かせた人々が暖を求めて屋台に集まる限り、火は消えることがなかったのです。天ぷら屋台は文字通り火の上で成り立つ商売でした。時に悲劇も起きました。鍋の油に水が入り、火柱が立ち、天守が顔を焼く、屋台が燃え、隣家に延焼する。それでも翌日には別の場所に新しい屋台が立つ。天ぷら職人は燃えても逃げない。火に焼かれながらもまた火のそばに戻る。
火を扱うこと自体が彼らの宿命だったのです。油火を扱う職人は半ば禁忌の労働者として見られていました。人々が火を恐れる一方で、彼らは火を生かす術を知っていた。ごま油の炎を制する者だけが日銭を稼げたのです。天ぷら職人は火を避ける社会の中で、あえて火に近づく者。まさに江戸の路上に生きる反逆の経済人でした。そして皮肉なことに、江戸の夜を最も美しく照らしたのも彼らの火でした。油の明かりが揺れ、揚げ音が響く。その光景は貧しさの中にある人間の強さを映していました。火を恐れぬ者たちが火で生き、火で稼ぎ、火で街を明るくしていたのです。第4章、路上から店構えへ。江戸の街が成熟していくとともに、天ぷら職人たちの姿も変わり始めました。かつて橋のたもとや川岸で屋台を並べていた彼らが、やがて小さな店を構えるようになったのです。度重なる火事と取り締まりの強化によって、屋台営業が難しくなる一方で、天ぷらの味は庶民に深く浸透していました。人々はその香ばしさを忘れられず、屋根のある場所で安心して食べたいと願ったのです。天保の頃には、路上の天ぷら職人の中から腕と資金を持つ者が台所好きの屋内店舗を開くようになりました。屋台を引きながら10年から20年、油と火を操り、客の好みを覚えた者たちがようやく店主と呼ばれる日を迎えたのです。路上で風にさらされていた火が木の壁の中に守られた瞬間でもありました。それは同時に職人たちの社会的な昇格を意味していました。店を構えた天ぷら屋は屋台時代とは異なり、油や魚をまとめて仕入れ、器や盛り付けにも工夫を凝らしました。ごま油だけでなく、綿実油や菜種油を混ぜ、香りを軽くし、衣を薄くして揚げる。香ばしさの中に繊細さが加わり、江戸前の天ぷらは次第に料理としての地位を得ていったのです。路上の労働食から座敷で味わうごちそうへ、火の恐怖に耐えてきた職人たちは、ようやく火を安定した光として扱えるようになりました。それでも、彼らの根っこは屋台の風にあります。どれだけ店構えが立派になっても、油の音に耳を澄ます姿勢は変わらない。注文を受けてから揚げ、客の表情を見て火をわずかに強める。その感覚は路上で培われた魔の取り方そのものでした。江戸の人々が天ぷらは揚げたてに限ると言い出したのもこの頃です。屋台の一瞬の美学が店の流儀に昇華されたのです。やがて明治の声が聞こえる頃、天ぷら屋は料亭文化の一角を担うようになります。文明開化の風が吹き、西洋料理が広まっても、天ぷらだけは日本の技として生き残りました。ごま油の香りは和食の象徴となり、外国人の目にも日本の味として映ったのです。鉄の鍋と菜箸という簡素な道具から始まった天ぷらが、いつの間にか職人の誇りと日本の看板になっていました。火に追われ、油に苦しみながら生きた路上の職人たちは、ついに料理人として認められました。かつては取り締まりの対象だった火が、今ではのれんの奥で穏やかに揺れている。火を恐れず、火と共に生きた者だけが火を自在に操る権利を得たのです。路上に立ち続けたその手が、江戸の食文化を支える柱になっていきました。第5章、湯温の記憶。油のはぜる音。それは江戸の町に生きた職人たちの鼓動でした。鍋の底で踊る魚、泡の一つ一つが日銭の音。火を恐れず、油を使い果たし、今日を生きる。その繰り返しの中で、天ぷらは単なる料理ではなく、生き方そのものになっていった。時代が流れ、明治から大正、昭和、そして令和へ。町の姿が変わっても、油の音だけは変わらない。東京の老舗の厨房では、今も同じ音が響いています。鍋の中で踊る衣の泡は、江戸の路上に立っていたあの頃と同じリズムを刻んでいるのです。道具は鉄から銅へ、油はごまから綿実へ。しかし、火を前にした職人の眼差しは、400年前と何も変わっていません。現代の天ぷらは、もはや庶民の屋台ではなく、和食の象徴となりました。海外の料理人が天ぷらと発音するたび、ポルトガルから伝わった天ぷらが江戸の路上で日本の魂を得て世界へ旅立ったことを思い出します。天ぷらは異国から来て日本で育ち、そして日本を代表する料理となったのです。その始まりには、油煙にまみれた無名の職人たちの姿がありました。彼らは火に焼かれ、煙にむせながらも油を絶やさなかった。夜の闇に浮かぶその火は、希望の光でもありました。鍋の前で稼いだ一文一文が家族を養い、明日をつなぎ、街を照らしたのです。彼らの手が挙げた黄金色の一口は、江戸という大都市を動かす小さな歯車でした。天ぷらは庶民の暮らしの中で回り続けた経済そのものだったのです。
油の音は今も時代を超えて響いています。老舗の厨房でも、立ち食いの店でも、その音は人を引き寄せる。ジュッという一瞬の響きの中に、職人の計算、労働の誇り、そして生きる執念が宿っています。火の上で働いた彼らの記憶は、今も油の中に残り、泡となって立ち上がっているのです。天ぷらの歴史とは、路上で働く者たちの生の記録でした。華やかな料理師の裏で、数えきれない手が油を注ぎ、火をくべ、暮らしを支えてきた、江戸の天ぷら職人たちは名を残さなかった。けれど、彼らが灯した小さな炎は確かに今も続いている。油の音が消えることはない。それは働く者の鼓動であり、日本の食文化が持つ不滅のリズムです。